にちは。今回はゼロから始める異世界生活第57話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。スバルが主人公らしくなっとる。まずはじめに名乗れよ。3行でまとめろ。オリジナルの挨拶から入らないと。こういう長いセリフはこの話っぽいし、そのままやるのもこのアニメっぽい。こういう演説をそれぞれの場所で聞いてる演出良いな。聴衆の反応わからないと演説は難しいらしいが、ヒトラーは観衆の反応をよく見ていたもんな。ナチは聴衆の中にきちんと桜も入れてた。英雄幻想、ヒーローフィクション。負けたと思うまで人間は負けない。上条さん、演説長えよ。マセカエル00年代ラノベ主人公集演説。この回だけで一生分の大将を言ってそう。長いって言うけど絶望してる人たちにスパッと短い葉っぱかけても響かんだろう。スバルの人柄伝えてこそなんだし。これは死に戻りでもう一度演説するのはなさそうなので、このまま進めそうだな。そもそもセーブポイント変わってそうだけどな。8回くらい繰り返そうぜ。8回演説会やるんかい。小林くん激務すぎる。真打ち登場。よし、勝ったな。最強カードが来た。サスオにも来た。駒が揃った。真の主人公来た。サスオに。ラインハルト無双が始まるのか。サスオに来た。これで勝つる。でもこいつ参戦させても負けたしな。これで1人は格殺できるな。これで滞在司教の1人から2人くらいは倒せそうだな。アナスタシアも良い女になったな。今やすっかりヒロインの一人みたいなもんよ。エミリアタン強くなったな。スバルの演説も存外良かったわ。今日のエミリアタンはすごーく可愛かった。レムさんのギャラが発生した。回想でも。過去回の使い回しでもギャラ出ます。小林祐介ってどんなに感動的なシーンだろうが、ただただうざいとしか思えんのある意味すごいわ。スバルのために生まれてきたような声だね。棒機械音声のせいか。ギャルオは声張ってももうちょっと澄んでるイメージ。いや小林もやからやって言われてこうなってるだけで。アルスラーンとか全然綺麗な方だと思うけど。これであっさり死に戻りしたら笑うんだがな。エンドレス演説。あるある。演説やり直したら笑う。59分30秒までやったか。時間ギリギリ過ぎてくさ。ラインハルト参戦もギリギリ過ぎてくさ。前半は来週で終わりか。ギリギリ過ぎて違和感なくそのまま次の番組が始まってくさ。だからすぐにあと番組始まると脳の処理が追っつかないんだよ。加減しろバカ。リゼロだけなんでこんな扱いいいのか。世界で人気あるから。いやほんとここまでアニメ化してよかったわ。お話が長いよ。でも平成のラノベってこういうのがセリフ多かったよな。春日とか。あれエンディングレムの名前あったけどどこで喋った。てっきり演説はプリシラかと思ったけどお前かよ。レムは回想で喋ってたな。演説はリリアナが歌って呼びかけるもんだとばかり。面白かったわ。スバルの演説も良かったし、全幅の信頼を寄せるユリウスも良かった。ガーフィールの懐きっぷりもすごい。ガガフィールが最後に見たところ、足なくして竜の実から水の中へ落ちてくとこだもんな。なんで生きてんだよ。大将はやっぱすげえや。最も新しい英雄はスバルで、最も古い英雄はラインハルト、アストレア家、もしくはアルデバランが語った英雄像が最も古い英雄。小説で読んでた時も鳥肌もんのシーンだったが、映像と声が合わさると感慨深い良いシーンだった。スバルの声が小林祐介さんでほんとよかったな。リゼロのこと好きで本当に良かった。今までの積み重ねがあってこその最高の回だった。ミーティアを使って街中に放送するスバル。誰がみんなを引っ張っていくべきか話し合うくだりから素晴らしかったな。能力が秀でているわけでもないスバルくんだからこそ心に寄り添った名スピーチだった。スバルの演説シーン、原作読んでてすごく好きなシーンだったけど、小林さんの演技も相まって期待をはるかに超えてきた。
ここまで心が毎回動かされるのはリゼロだけだから。本当に大好き。スバルくんはな、かっこいいんだよ。優しい言葉かけるのうますぎる。かっこよすぎる。かっこよすぎた。こんなんスバルくんをしえるって。いや、むしろ、増えろ。おっと、ラインハルト来た。スバルの言葉があまりにも等身大すぎて、疲弊と絶望で動けない人々に届く展開だったな。そしてここで来るオットーとラインハルト。これは熱すぎる。スバルの演説、感動で涙出ました。魔女教討伐済みの信頼性と自分が弱者でもあるからこその言葉。あの瞬間は絶対皆が同じ方向を向いてたと思います。あるに諭されてもいつものことだと言えるスバルは誰が何と言おうと強いです。やっぱかっこよ。無双する力もなく、すごい魔法も使えない。でもやっぱりスバルは主人公だよね。みんな心配で不安で仕方ない状況下で、飾らない素直な言葉で皆を奮い立たせた。一視聴者の私まで熱くなったよ。きっと視聴者全員同じ気持ちでしょう。さあ、ここから反撃開始といきますか。運命に選ばれてしまったラインハルトでなく、認められ皆から選ばれたスバルが、今回英雄幻想を背負うという某漫画のほかげの話を思い出してしまう展開好きでした。凡人だからこそ同じ目線で、男の子だからこそ変わらないあり方で、勇気づける演説最高でした。演出に関しては、夕焼けのシチュエーションが温かさを感じさせ、避難所にいる皆にその熱が伝わっていくような希望を表すことにおいて何よりも良かった。スバル、エミリアではあるが、エミリアも同じ高さにいると考えると、彼女もまた照らす側なのだと。スバルが一人の男として認められるなんて、彼を誇らしく思うよ。英雄を負けない覚悟をしたスバルの演説が彼らしくて安心した。弱くても逃げない男。間違いを正せるのがスバルの人間らしさなんだ。ちょっとうるっときてしまった。塞ぎ込む人々の心を鼓舞し、勇気を与えるスバルの演説と視聴者の壊れた天井は、彼の言葉が希望の光、日の光になり、人々の塞ぎ込んだ心をこじ開けることを予感させ、窓を開くエミリアや上を向く人々は、それに応えるように光を見上げる、スバルの声を聞く。この演出と脚本が完璧。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。